人類が人工衛星を初めて打ち上げた1957年以降、各国政府、企業、研究機関はこぞって天体の所有権を主張しています。宇宙は広大でスペースはほぼ無限だと思えるかもしれませんが、他と比べてひときわ価値の高い場所があります。それはラグランジュ点です。人類が宇宙探査を行った限りでは、太陽系で最も重要な場所かもしれません。ラグランジュ点はその位置を推測した18世紀の数学者にちなんで名付けられ、絶え間なく変化する宇宙の中でも平行状態が保たれる稀な場所です。どの天体も周りの天体に重力を加え、軌道に乗せたり軌道から引き離したりしています。また重力は見かけ上の力と並行して作用し、軌道の在り方を決定します。ところがラグランジュ点では全ての力のバランスが取れています。そのため比較的質量の小さい物体をそこに配置すると、それを引っ張る巨大な天体との距離は一定に保たれます。本来ラグランジュ点は天体の駐車場のようなものです。そこに到達した物体は静止を続けるためのエネルギーをほとんど必要としません。大量の燃料を使わずに物体を長期間一箇所に留めたい場合、その物体がラグランジュ点を周回すればいいのです。ただしこの駐車場はそれほど多く存在しません。太陽系の中で巨大な2つの天体の間には5つのラグランジュ点からなる集合が生成されます。つまり太陽はどの惑星との間にも5つの点を持っていて、惑星と衛星の間にも5つの点が存在します。太陽系には合計すると1000以上のラグランジュ点がありますが、人間が活用できそうなものはごくわずかです。その多くが到達するのが困難な場所や役に立たない場所にあるからです。また不安定なラグランジュ点も少なくありません。今のところラグランジュ点のうち人間が頻繁に使用しているのは2つだけです。しかし将来他の点も使用する可能性が高いので、限られた座標の所有権をめぐって競争が激しくなります。ここで次の問題です。何を配置するべきでしょうか。その答えはそれぞれの点の場所によって異なります。太陽と地球との間にある5つのラグランジュ点を考えてみましょう。 L1 は地球の軌道の内側にあり、地球から約150万 km 離れています。地球の影に遮られることなく太陽を一望できるので、 L1 は太陽観測衛星に最適です。 L2 は地球からの距離が L1 と同じですが、軌道外にあり太陽から遮られているので宇宙の観測に最適です。そこでウェッブ宇宙望遠鏡が2022年に稼働を開始しました。この場所では太陽と地球が空のごく一部しか占めていません。 L3 は不思議な位置にあり、地球の表面からは直接観測できません。そのため L3 は SF の世界では言及されるものの、科学者にはまだ役に立ってはいません。ところが L4 と L5 は他のラグランジュ点とは少し異なります。どの5つの点においても L1 から L3 の3つは少し不安定なものです。つまり物体は徐々にその位置から遠ざかっていきますが、配置したものをその座標に留められればエネルギーの観点からは経済的です。ところが L4 と L5 の安定性はセットによって異なります。ラグランジュ点を生成する2つの天体のうち、重い方の天体の質量が軽い方の質量の25倍未満の場合、点は物体をとどめることができません。ただし太陽と地球との間の点のように、重い方の天体が十分に重い場合は、関連する力が物体を常に本来の平行点に戻すので、最も安定した駐車場所になります。そのため宇宙内の物体がこのような場所に蓄積されます。例えば太陽と木星間の L4 や L5 には何千もの小惑星が存在します。太陽系のラグランジュ点には面白い特徴があります。例えば建設用の資源を採取するのにぴったりな小惑星が漂っているかもしれません。また宇宙船の理想的な燃料補給場所となるものや、人間が生活できる環境も存在するかもしれません。すでに人間が活用している拠点もありますが、地球外の星に飛び出すための足がかりも近いうちに実現するかもしれません。まだまだ宇宙のことを知りたい？そんな方には科学や哲学、そして宇宙の謎を深掘りできるこの動画がおすすめです。ぜひチャンネル登録してご覧ください。